今回の産業まとめ。バイデンは一つの中国という考え。バイデンの中核スタッフが語る。米中関係は改善に向かう。米国の新大統領としてジョー・バイデン氏が就任しましたが、彼は長年9·2共識に基づく一つの中国を基本理念として理解しているとされています。これは台湾メディア TVBS の独占インタビューにバイデン氏の長年の外交政策スタッフで選挙でも中核メンバーだったグレアム・アリソン氏の言葉です。彼によると、中国の首都は北京にあり、台湾のような独立した国はない。米国はそれを認めず、独立した台湾も認めないとしています。また、バイデン政権の中国に対する態度はトランプ政権のそれとは明らかに異なるだろうとも述べています。トランプ政権の4年間では、米国は台湾保障法を通じて台湾への強力な支援を行い、緊密な関係を維持してきました。一方で中国はそれに対して激怒し、米中関係悪化の一因ともなってきました。台湾はトランプ政権の姿勢を歓迎していました。バイデン新大統領はあくまで一つの中国、二つの制度に基づいた上で、台湾への支援を継続し、さらに強化するとしています。台湾メディアはこれが実現するのであれば、もはや一国二制度ではないと前向きに捉えています。一方で中国ネットでは、これは祖国統一から乖離している。バイデンは陰湿でまっすぐなトランプよりも恐ろしい、など疑いを持ち続けています。米国のアナリストは中国と台湾の問題は深刻な危機に直面していると評価する中、バイデン新大統領の就任で改善されると見ているようです。編集書簡。今回の概要。台湾を救えない日本。世界は台湾に無関心。まずは様子見のバイデン。私は台湾問題が出てくるたびに思うのは、日本はなぜこの地政学的役割を放棄することになってしまったかですね。まあ国民党と米国の関係の問題もあったし、日本の力をとことんそごうと目論みた米国の計画が予想以上に大きな効力を発してしまったこと。日本が再軍備に対して大きな拒絶感を示し、アジア地域に対する貢献という役割から軍事的側面を一切排除したこと。まあ当時の政治勢力についてあれこれ言っても仕方がないですが、北朝鮮問題のように多くの国が関わるべきことが、今や米中問題でしかない。朝鮮半島からしてみれば、自分たちのことで忙しすぎて台湾に目を向ける暇もなく、権益を何か得られるわけでも全くない。だとしたらやはりその役割は日本が担うべきですが、日本も今のところ9·2共識を尊重し、台湾を国として認めていません。もちろんこうした中台の対立には我関せず、そして中国の認識に従うという姿勢ですね。日中関係が大事ですから。日本政府の姿勢についてはもういいですね。バイデン新大統領の話でした。台湾メディアに色々と話したグレアム・アリソンという人はハーバード大学ケネディ行政大学院の初代院長。現在も教鞭をとっているとか。そしてクリントン政権の国防次官補も務め、バイデンの外交政策スタッフとして数十年務めてきているそうです。そんな窮地の中であるアリソンは、トランプ政権とは全く異なるアプローチで世界秩序の再形成を行うとしているわけです。就任演説では特に中国に触れなかったとされていますが、中国や友好国、国民の出方を伺っているのではないかと思います。ウイグルの人権問題に関しては強気に臨む姿勢は変えないそうですが、他については勇み足をしないようにしているようですね。台湾問題もその一つでしょう。一国二制度だけどそうではないような体制を作りたい。何をどう実現するのかわかりませんね。台湾は事実上完全に独立していて一国二制度は有名無実。中国政府だって本当のところはそれを分かっているけど、共産党が失敗したとは言えない。あえて国際機関から台湾を弾き続け、言葉上で中国は一つだと言い続けて現実を覆い隠しているに過ぎないです。台湾は本土への経済依存が強く、本土がなければ成り立たないと言っていますが、それは事実だと思います。しかし中共もほぼ独立状態の台湾を統一可能だと明白な嘘をついて、ギリギリのところで対面だけ保っているつもりで、世界もなんとなくそれを支持しているだけ。世界が一致団結して台湾を国だと認めたら中国のメンツは丸つぶれ。
でもそうならないように友好国づくりにせっせと勤しんでいますね。おっとまたバイデンを無視してしまった。バイデン新大統領はトランプ氏とは明らかに違って、これまでのむっつり悪い子の米国に戻るだけ。表立ってはっきり言わなくなるだけ。トランプ氏は包み隠さず米国の横暴さを見せていましたが、また水面下に潜ってしまうというだけのことと思います。だからそっち方面の話じゃなくて中国と台湾と米国ね。台湾はトランプ政権の強力なバックアップを受けていたこともあって、トランプ氏に再選して欲しかったようで、相当ショックを受けていたようです。逆に中国にとってはどれだけバイデン大統領が強硬な姿勢を見せるとしてもトランプ大統領よりはマシだと感じているのではないでしょうか。ただ、国際協調に復帰して中国包囲網を形成し、対決姿勢を見せるならその限りではありませんが、どうなんでしょうね。国際協調をしようと高らかに自国優先主義を掲げようと米国は米国の利益を常に最優先とすることは変わりません。他の国もそうでしょう。国際協調するのは自国の利益につながるからであって、中国の必死な姿を見れば、いずれにせよ自国のために動いているわけです。バイデン大統領は中国、台湾、米国がお互いの利益になるような新時代を切り開きたいのでしょうが、それはさすがに絵に描いた餅。バイデン大統領が国際社会で強いリーダーシップを示せるかどうかが見どころですが、米国の失速を見せることになりそうな気がしますね。すなわち中国が台頭する時代の幕開けということですよ。トランプさん、結局拗ねちゃったんですね。また選挙に出るってこと？本人はその望みを捨てていないのかどうかわからないけど、含みだけは残しましたね。出ると思う？出られないと思う。まあどういう心情にせよ若い人が出てきてほしいですね。あ、そっち？そっか。また4年後ってなるとバイデンさんと同じくらいになっちゃいますもんね。なんか日本でも保守系の人に人気があるんだね。なんでだろう。私に聞く？安倍さんと仲良かったからとか？それだけで、まさか、排外主義的で中国に厳しいからかな。で、台湾ってどうにもならないってことですか？どうにもならないね。世界は香港やウイグルには興味を示すけど台湾に対しては無関心だよ。どうして無関心なんですかね？端的に自国の利益につながらないからじゃないかな。台湾から得る利益より中国から得る利益の方が多いし、諸外国からすれば深刻な状況じゃない。深刻じゃないの？台湾にとっては深刻な状況だけど、一応中国と拮抗しているから、香港やウイグル、チベット、モンゴルなどとは違うってこと？そういうことか。日本も他の国々と一緒ってこと？残念ながらね。それが台湾にとっても致命的だと思うね。他に唯一頼れるのが日本なのに。日本も中国からの利益優先なんだね。まあ、経済的に考えるとそうなるんだよね。まあ問題は複雑なわけだけれども、結果的にはこうなってしまったね。この問題も何十年も解決しない？だろうね。宗教が倒れるまでは。倒れても次の勢力がなんて言うかわからないけど。またそれなんだ。じゃじゃーん。今回から表情がちょっと変わりました。わかりますか？いろんな表情を作ってみたの。どうかしら？ご協力ありがとうございました。ゆるりんと私、それぞれ20個くらいずつの表情を作って撮影したね。似てるのもあるけど。やろうと思っていてなかなかできなかったから助かったよ。本当にありがとう。かわいい表情増えたよね。使えないものもあるけどね。そうなの？撮影した表情からそのまま喋るから、おちょぼ口の表情だとちっちゃい口のまま話すことになるから変になっちゃうんだよね。そうなの？あれ？本当だ。やばくない？これ。そう。だから口だけ普通っぽくしたのとかを追加したよ。そうなんだ。そういえばこの前騒いでた表情追加してから出たっていうエラー問題はどうなったの？それは解決しました。前回のミニ動画でデビューの予定だったんだけど、不具合連発で泣きそうになったよ。そんなことで泣くんだ。いや、全然笑える話じゃないんだから。でも撮影会楽しかったし、
チャンネルに貢献できて嬉しいな。Twitter も頑張ってるしね。私あまり見てないからよくわからないんだよね。白雪さんの方がフォロワーさんよく知ってるよね。そう、おすすめに出てくる方をフォローしたら皆さんフォロー返ししてくれるの。Twitter ばっかり見てるから、Twitter から来てくれた人は多分わかるよ。最近いろんな人が来てくれて楽しい。じゃあ白雪さんプレミアにまた顔出してくれればいいのに。また今度ね。一応レアキャラ扱いだから。そういう設定いるかな？いるよ。いるいる。